それじゃあ、もう一度水路を探索していきましょうか。少し積極的に戦ってもいい？前回私だけレベル上がらなかったし。焦る必要はないと思うけど。でも、向かうのはどうせ北東側でしょ？途中には固定配置の敵も多いと思うよ。そういえば黒柳さんたち、経験値が気持ち多めでしたね。そうだな。留守も集めがてら、ちょっくら勝ってみっか。ともあれ、まずは明かりだね。積極的に現実を回りつつ、特に問題なく戦闘が続きますので、早送りしていきます。途中、アリアが敵の呪文で眠ったり、シンシアが犬から毒を受けたりするも、順調に進んでいたその時。おっと、魔法の壺。うわあ、魔力が吸われた。罠の解除率なんとかならないかな。レベル上げるしかないんじゃないかな。ぐぬぬぬ。敵のガスにより全員に毒。うわ、厄介だな。魔法もアイテムも消耗するな。一回戻る？無理してまで進むのは良くないよね。とりあえず体力は減ってきたし、後で薬草ホテルによって回復しようぜ。地下1階の有効モンスターの元へ向かうついでに数回の戦闘。一休みして体力を回復。もう一度地下2階で戦っていたその時。おっと、排出機構。となしく一回休憩してこいって言われてるような気がします。さすがにまだ早いんじゃないかな。戦利品もそこそこあるから、アイテムの鑑定と整頓くらいはしておこう。失敗したか？どれどれ？うわ、私もダメだ。なんかやけに難しいのあんな。よしよし、落ち着け。落ち着いてからもう一回チャレンジだ。生命の雫。なんかすごそうなのが出たな。レア物か？それじゃあ全員分荷物は整頓しつつ、不要そうなものは商店で処分してっと。魔力も少し減っているようですが、ここからどうしましょうか。まだ戦い足りないな。というか、マップは全然進捗がないよね。今度は地図を完成させる方向に集中してみませんか？そうだね。今度はマップ優先でいきましょう。稼ぎはついでに、ね。それではもう一度明かりと、今度は祝福による呪文からの保護も付与しますね。基本的に町に戻るまで有効な永続補助だ。あるのとないのとじゃ、やっぱ安心感が違うからな。それじゃ、目指すは地下2階北東側ですね。ここは水路の管理室のようだ。清掃器具などの備品が棚や木箱に積んであり、真面目そうな役人がそれを点検していた。
馬券強奪事件の混乱に乗じ、犯罪組織や魔物が次々と現れた。だが、それに対抗するべく地下街の住人たちが義賊ギルドを結成したのだ。長年手つかずだったこの水路も清掃と調査が進み、悪党の背後で暗躍する邪教団の存在をつかむことができた。この国は変わりつつある。もしかしたら事件をきっかけに集い始めたそなたたち冒険者の影響なのかもしれんな。厄介者扱いされるのは慣れてますが、こういうパターンもあるんですね。机と椅子が並んでおり、若い役人が一人休憩している。彼は君たちに気づくと少し沈んだ表情で話しかけてきた。水路の掃除をしていると王国軍支給品の武器が見つかることがあるんです。地下5階の主戦場や初期の遺跡調査で倒れた兵士たちの装備が魔物に奪われ、こんなところに持ち込まれたり流れ着いたりしてるのでしょう。見つけるたび元の持ち主のことを考えてしまって胸が痛みます。狩人の一団が装備の点検をしている。俺たちは地下3階の密林に森の主を狩りに行くところさ。まだ遭遇したことはないけど、主の角はクイーンズ商会で高く売れるらしいからね。地下3階へは水路の北東の部屋にあるはしごで降りられるぜ。狩人の一団が装備の点検をしている。私たちは狩りに行くとき、弓と斧の両方を準備していきます。どちらも遠距離攻撃武器ですが結構違いがあるんですよ。弓は敵2体を素早く狙えて連射もできます。敵の後衛にいる魔術師が危険な呪文を唱える前に倒したいという時には最適です。連射が全て命中すれば大きな威力になるので、魔法の使い手や詩人からの支援は命中率強化が嬉しいですね。ドは連射ができず敵1体しか狙えないのですが、その分命中率も威力も大きく、防御力の高い敵に安定したダメージを与えられます。強化呪文などで攻撃回数を増やせば連射も可能になり、恐ろしい破壊力を見せることでしょう。相手に応じて武器や戦術を変える。それが大事なのは私たち狩人も王国騎士団も冒険者の皆さんもきっと同じはずです。お互い精進しましょう。使える手段は多い方がいいわな。ぼちぼち行こうじゃないか。君たちの行く手から冒険者の一行がやってきた。彼らは傷だらけでひどく疲れているようだ。魔物は扉を開けた先だけじゃなく、通路でも出くわすことがあって、帰り道も全然気が抜けないよ。町まで無事に戻るためには、常に退路を把握しておくことと、消耗品や呪文の残りに余裕を残しておくこと。この2つが大事だって最近気がついたよ。余裕は大事です。どうかお気をつけて。魔物が現れた。噂をすれば7モンスタ余裕かな。撃破した。袋小路？滑り台。マジか。あれ？この景色。またここに落ちるのね。それなら戻り方は前回と一緒ですね。立ちはだかる敵を倒しつつ元の場所まで戻ります。倍速。地下2階東側未踏区域の原室にて幾度かの戦闘。この雲はもう怖くないわ。冷やしちゃえ。スライムに毒の煙。
問題なく倒せそうですね。なんか這いずってんな。一匹なら問題ないか？難なくこれを撃破した。冒険者たちが肩で息をしている。彼らの足元には大量の人骨が転がっていた。骸骨の魔物には剣も弓矢も当たりづらいし、炎や霊気の攻撃呪文も効果が薄くて、今まで苦労してたんだが、効果的な倒し方がだんだん分かってきたぞ。鈍器で殴る、無属性の攻撃呪文をぶつける。骸骨の魔物に苦戦してんなら、あんたたちもこの方を試すといいぜ。正しい対処法を知ることで、この階層の探索も余裕が出てきましたね。油断すんなよ。毒とか怖えからな。魔物が現れた。先手を取った。噂をすれば毒々しいのが出てきたよ。先手だし、いけるいける。魔法で吹き飛ばしますね。撃破した。若い王国兵が立っている。彼は君たちにビシッと敬礼した。冒険者さん、お疲れっす。これは地下3階、密林庭園のはしごっす。密林庭園は動植物の魔物がたくさんいて、遭遇率が高い上に出現率も多いっす。丈夫で力の強い敵が素早く動いてきたりするし、この水路よりも格段に厳しい戦いになると思うっす。さらには石化の力を持つ魔物、首筋を狙ってくる魔物、広範囲に影響のある攻撃呪文を唱えるやつなんかもいるそうで、地下4階の方がまだ楽だという冒険者さんも多いっす。どうかお気をつけて、ご分をお呼びしてるっす。ここがさっきの狩人さんが言ってた地下3階へのはしごか。とりあえず地下2階を埋めてからかな。おっと、この三叉路は確か。ああ、流れの合流地点だな。先にそこの小部屋見てこようぜ。義足ギルドの男が壁を調べている。地下街の悪党どもの背後には黒ヤギ教団がいるらしい。教団は悪党に強盗、詐欺、偽金貨作りなんかをやらせて上納金を納めさせてるって話だ。教団と戦っても報酬が出るわけじゃないが、もしあんたらが教団幹部を倒したら奴らが溜め込んでた金は好きにしていいぜ。バーッと使って城下町や地下街のみんなに還元してやってくんな。この国の人はマジで思想がイケメンだわ。見習いたいな。地下2階の地図もこれでほとんど埋まったかな。やっぱりそこの水路も下に繋がってるんですかね。多分そうだろうな。その手前のもろもろが風音だけどな。埋めたくなるのはマッパーの坂だよね。聞けばわかるさ。魔物が現れた。ちょっと数が多いか。エラルド、全体の方で散らせますか。任せてください。
ああ、ほぼ一緒。やるもらった。魔物を撃破した。さあさあ、この先は滑り台。キャー。おお。おや？ああ、やっぱ同じ場所か。順路ははしごみたいだな。ここにも敵いたよね。ほら。魔物が現れた。おお、強そう。ダリアの弓で10のダメージ。強っ。アリアの暗黒魔法で33のダメージ。味方3人に合計126ダメージ。広範囲で無属性。これは地匠魔法。強敵じゃん。削れてはいるんだ。畳みかけよう。3人の魔法で60ダメージ。魔物を倒した。経験値はやっぱりすごいのよね。回復の呪文をかけておきますね。さて、この階層の残りは教団のボスがいそうなところと、東側の牢獄奥にある拷問部屋だけかな。魔物が現れた。だが、アリアのカード技で麻痺した敵をバラムが二刀流で仕留めた。さっきの敵との差が恐ろしいです。ボスもヤギで獣なら、火の魔法もまだ使えるし、行っちゃおうかな。それなら向かう先は、三叉路真ん中の東側。もう派遣済みの隠し扉の奥だな。ここの北側は、南から回り込むんだったか。獣はよく燃えるってね。よし、守衛たちも難なく撃破。この調子ならきっと攻略できるでしょう。部屋には大きな悪魔の石像が置かれ、まがまがしく飾り立てられている。悪魔像の頭部はまるでヤギのようだ。ここが悪名高い黒ヤギ教団の寺院らしい。
ときはおどろおどろしい装飾を施された扉がある。準備はいいですか？行きますよ。魔物が現れた。廃墟者どもめ、偉大なる闇の力の前にひれ伏すがいい。